たすわ。いや、でもいいかな。玉ねぎ、お前玉ねぎ持ってきて。6分ぐらい持ってきた。6個持ってきました。みさん着替えてるじゃん。いや、めっちゃびちょびちょになったすかせ。そうなの。洗い物してていや、ちゃんこ作ってて。普通に作ってる途中でおー汗びっしょだっ洗濯物って一日どのぐらい何回回すた。ああ、僕とか結構溜め込むタイプなんで、の？うん。まあ5日とかそんぐらいじゃないですか。5日4日結構ためんだね。まとめてやりたい。うん。こまめにやるとなんか洗剤が逆にもったいない。おー夜メニューは？夜はオニオンフライにして、でうん。あとジャーマンポテトうん。にしてあと1分も考えてるんですよ。うん。玉ねぎが結構あるんだね。玉ねぎ結構あるんで。教習所は今日何したの？そうですね、教習所はいつも通り、朝走って4、5分で、基本動作して、で、相撲を取って、で、授業でご飯ですかね。体操とかってやってんの？そうっすね、なんか朝、ちょっと、うん試行の時に、なんか判別で、うんなんか相撲体操やるらしくて、国技館の前で？そうっすね、なんかやるらしくて、自分はちょっとまだなんですけど、そうなの？確か俊太君がやって、うん多分もう普通に体操するだけなのかなと思う。その一般の方と一緒に相撲体操みたいな。確かそうだったとう思います。んそういうのやってんだね。うん教習所ってさ、その中卒高卒大卒みんな同じようなことを受けるの？はい、そうですね、同じ。うん面白いですね。相撲を取るときはその強さでちょっと分かれたりとかするの？そうですね。一番強い人が A で、うんで、次に B、で、うん次に C。C がちょっと初心者向けというか、うーん感じですかね。梅ちゃんはどこなの？自分 B っすね。 B もう全然っす。真ん中。はい。俊太も B。そうっすね。高原君も B。なんですけど、ちょっとまだ肩があれなんで、ちょっとまだやってないその時も一応、おそらく師匠と話し合って、うん、うん、多分決めると思うんで、まだやってないって感じ？まだやってないですね。でもやるとしてもやっぱ、C から順調にちょっとスタートしていく感じですかね。なるほどね。リハビリというか、梅さんぶつかりでさ、胸を出すとき、はい、相手がぶつかってくるときってさ、あれ結構痛い？出す側すってことですか。そう。まあ痛いですね。何作るんですか。土俵にさ、仕切り線ってあるじゃん。はい、白い。ありますね。あそこからさ、前に出なければどれだけ距離を取ってもいい。全然 OK です。そうね。じゃあ一番土俵の際でもいいんだよ。全然 OK です。そうね。なんでみんなそういうのやらないの？際にいたら絶対当たる瞬間負けるじゃないですか。あ、でも向こうそんなに出てくれないよね。確かに。そんなまでも意味はないのか。立ち合いでうん。なんか7割か決まるってよく言うんですよね。だからそんな離れたら立ち合いできないじゃないですか。それこそなんかレスリングじゃない、何でしたっけ、レスリングレスリングみたいになっちゃうじゃないですか。当たらないでここでこう探りながらやっちゃうじゃないですか。だからじゃないですか、あんましやんないの。まあやる意味ないもんね。確かに。そっか。強靭な体みんな持ってるんで、誇り誇り強靭な体持ってるんで当たるじゃないですか。だからじゃないですか。忘れてるかと思ってたんですよ、強靭な体もう
卵いくつかああもらおうかもし1個でいいっすかれない1個3個4個いや2つでいいよまだいる勝った時のさ一番気持ちいい決まり手って何？好きよ好き突き出し？突き出し突き出しやっぱついて勝つのが気持ちいい。突き倒しもいいっすけどああ突きまくり？突き倒しもあんだ。突き倒しもあるっすね決まり手って結構むずいよね。いろいろあるっすねえ。若宮一番気持ちいい決まり手は？突き倒しあ、一緒。突き出し突き出し？突き出し一緒。やっぱ突き突きだね。気持ちいいっすねあの瞬間。ほんとね。高橋さん自分がもしやってたら何の決まり手が一番気持ちよさそうですか？上手投げ。上手投げ確かに気持ちいいかも。投げ技は気持ちいいかもですね。あんまし場所に投げたことないんで分かんないですよ。レオさんが投げたりしないですか場所で？投げないよ投げるよりかは投げられる一緒っすね。中入られてですね。やっぱ突き押し相撲の人はさ、もう組まれたらどうにもなんない。いやなんとかなるっすけどなんていうかなんとかなるケースもあるっすけどもう上手い人と組が強い人とかでやるとまあ抜けないっすよねそこから抜けられないっすよ組まれる前に切ったりとかはできるんですけど、組まれたらもう外れることはあんまないですまあ向こうの相撲になっちゃう。向こうの相撲が強いでも親方は突き押しだったけど組んでも強かったんでしょ？両方いけたみたいですすごいね。あと四つやってこなかったら困るっすよ。今までね。はい。でいざ初めての相手の方が四つ長年やってるんで、子供と大人みたいになるっすよ。おちゃんは一番気持ちいい勝ち手は？いやーちょっとまだ全然入って少しなんですけどやっぱ、寄り切りですかね自分は。寄り切り？だからちゃんと掴んで少しずつ自分の形でゆっくり相手を押し出した時とかやっぱ嬉しいですね。海外行きたいとかはないの？海外ですか？うん。なんか日本人に優しくて日本語がちゃんと通じる海外に行きたいです。ないない。いやまあでもなくはないか。まあ超観光地だよね。多分バリとかさ。グアムとかどうですか？グアムは行ったことないけど。ハワイとかは？ハワイも、通じるところはあるけど。ちょっと行ってみたいですよねそこら辺は。海外旅行か疲れて見てみたいな。どこも行ったことない。豚ちょうだい。一回もないです。金豚ちょうだい。韓国料理食べてみたいです。本場の火鍋とか韓国でしたっけ？火鍋は中国だね。中国か。サムギョプサル。サムギョプサル食べたいですね。カンジャンケガン。カンジャンうまそう。あれとか何でしたっけ？韓国の焼酎何でしたっけ？
焼酎チャミスルあ、チャミスル。あれ本当に飲まれてるのあれ。わかんないけど韓国の居酒屋に行ってみんな本当にチャミスルを飲んでるのか見たいです。とめちゃん誰と飯行くことが多い？いやー大体一人で済ませたり一人で自炊しちゃったりしてますからね。先輩と行ったりしないの？そうですね、あんまないです。あんまない。はい、あんま自分から言ったりもしない。そうですね、でもやっぱり自炊とかがやっぱ好きなんで、やっぱそうしたりしちゃいますかね。ここで作ったりとか。はい。へー。家庭的なね。そばとか作ったりしました。焼きそば？はい。ちょっと焦げついたりしちゃって、うん。ちょっと焦っちゃいましたね。とめちゃん体重はどうなの？戻ってきたの？そうですね、まだ135をなんか行ったり来たりするね。入門の時が148ですね。結構減ってる。はい、めっちゃ減っちゃって。いや、戻したいんですけど、うん。ちょっとたくさん食べてはいるんですけど、うん。まだ戻らないので、体でかい人ってやっぱすごいなと思いますよね。維持するのに。はい。名古屋行った時に一番うまかった飯何？名古屋でうまかった飯ですか。なんかでも場所中の時にうん。うなぎ師匠からうなぎいただいたんですよ。うんうん。うん。そのうなぎがめっちゃうまかったですね。うな重。うな重ですね。東京でも食うんですけど、なんか違うっすね。カリカリ？うなぎっすか。うなぎ。いやカリカリっていうか、ふわふわ？ふわふわとろ？ちょっと味濃いっすね。あっちの濃い濃い？方が。はい。かいかい、あ、サマーウォーズです。あれですね、よろしくお願いしますってやつですね。それ。なんだっけ？危ない危ない。細田守作品をみんな見てもらいたい。どの作品が一番好きなの？細田守作品ですか。うん。めっちゃ難しい質問しますね。むずい。ワンツートップがあるんですよ。うん。2つ。やっぱサマーウォーズじゃないですか。ああと化け物の子が大好きなんですよ。あ、そう。違うな、坂部と違うな。なんすか。狼子供の。あ、雨と雪ですね。うんあれもいいっすよあね。れよかったよな。あれもいいっすね。まさか雨がああなるとは。ね全然予想つかなかったっすよえ。ね。ねほら、デドさん見ないから話ついていけないんですよ。いや俺知ってるけど、え。全部見た？全部はじゃあわざとこの会話に入んなかったってことですか。好きとかのなんかいないそんなあの映画で好きなキャラとかは。キャラじゃない、話。話？映画。どの映画が一番好きか。化け物の子は好きよし。よし。ですよね、やっぱ。逆に他ないっすか。だ。まあサマーウォーズ。梅ちゃんは見てる？そうですね、なんかもう自分の言いたいこと全部言われちゃったんで。あ、そういいことだ。一番好きなのどれなの？僕はやっぱサマーウォーズですかね。サマーウォーズ。サマーウォーズみんな好きだね。いや、やっぱ夏といえばあれ。夏といえば。大丈夫ですよね。かなり昔のやつだよね。 2003年ですあ自分が生まれた年ですよ。あ、生まれた年？確か。そんな若いの？そうなんですよ。なんか何歳に見えてたんですか。2009だったんですよ。桜井さん。 2009。 2009年、6歳。大丈夫。大丈夫です。水分取った方がいいよ。いや、キンキンのやつ飲みたいんでね、なんかいいっすよね。キンキンの入れた生ビール。何が好きなの？焼酎。焼酎。水割り？いや、もう焼酎だったら何でもいいですそうだね。ああ。ウーモンハイとかが好きです。おうおうおう。女子プロ誰が行ったの？あ、全員来ましたよ。全員行ったの？親方とで、安子でね。なんか、椅子席とパイプ椅子席があって、パイプ椅
椅子の方に、うんなんかそのジャガーさんうん関係が座って、で後ろの椅子席の2列をうん力士が全部座ってます。うんすっごかったっすわ。初めて見たんですけど、レッスン生で。面白かったです。女子プロは初めて見たんですよ。男子はある。男子は中学生の頃ハマってたんで見てたんです。棚橋とかうんうんうん。新日だね。新日ばっか見てたんですよ、友達とずっと。うん棚橋のハイプフライフローはやばいっていう話をずっとした気がします。みんなでエアギターの真似したんですよ、終わった後の。はず家の中で見終わるじゃないですか、うんで録画した棚橋の見てて、うん終わった後みんなでエアギターはず愛してますって言ってた。愛しますその時ベッドだったんですよ。うんベッドだったんで棚橋の真似しようとするじゃないですか、うん本棚に足ぶつけて、足痛めるっていううわーってそんな恥ずかしい時期もありました。はず棚橋もね引退するからね。本当ですよ。棚橋と岡田和親のは忘れられないですね、ジャガーさん何歳？師匠が生まれた時デビュー戦ですよ。49周年ですって。16でデビューしてたとしてさ、で 65？ とかなんですかね。ムサム女子プロ行ったの？行ったっす。どうだった？迫力がやっぱ動画で見るのと違うですね。うん生の方がすごい、怖かったっす。怖かった。はい。怖いんだ。何でもありのルール1個あって、狂気とか？競技、はへい、椅子とかうんうんですごい市内とか使ってる人いて、相撲狂気ないもんね。脚立使ってる人いたんですよ。その知ってる人なんですけど、うん脚立使って攻撃してたりしたんで、であとリング出て観客席の前らへんで暴れてたんでめっちゃ怖かったです。こっちにいつ来るかみたいな。はい。後楽園ホール。そうですね。後楽園見やすいよね。見やすいですね。でっかい音流れて、でっかい？はい、音でかくて、ああバチーンとか。はい、入場曲もでかいんですよ。うんうんうん。真下からなんかもう響いてくるみたいな。響いてくるんですよ。いろんな人見れてよかったです。ジャガーさん以外は知ってる人いたの？で、アジャコングさん、ああアジャさんいたんだ。一斗缶出してた？いや、出してなかったと思う。あ、そうなんだ。普通になんかバトルロワイヤルみたいな感じで、うんうんなんか8人ぐらいのうん一緒に混ざってやつさん。それ知ってんのそんぐらいですかね。むーちゃんも見た？はい、見ました。どうだった？いやー、なんだろうね、今まで見た世界とは全然違ってびっくりしました。なんか相撲とはやっぱ、なんか別の、なんだろう、新鮮さ感じました。なんかすごい初めて興奮しました。あんな感じで興奮したの初めてでした。興奮？はい、神聖だった？もうなんだろう、逆になんかすごいんだなと思って、逆に？はい、どういうこと？なんだろう、なんか脚立とか使ったり、なんか思いっきり下上から飛んでったりとか、見て、なんだろう、逆にもうかっこいい。逆にかっこいい。逆にかっこいいと思います。逆にかっこいい。すごかったです。じゃあ、じゃがいも切って。はい。じゃがいもあるかじゃがいもあるか好きだし。じゃがいもか。あった。わかんない。力士やっててよかったなって思うことは？いろんな人に応援してもらえることじゃないですか。普通の仕事したら応援されてなかなかなくないですか？応援されないね。親戚とかだったらしてもらえるかもしれないですけど、親戚でもなくて会ったこともない人が応援してくれるっていいことですよね。嬉しいことですよね。そこじゃないですか、やってて嬉しいこと。応援してる。あ、やったちょろ俺ちょろい。皆さんある？力士になってよかったこと。
まあ、あるとは思うんだけど、あるっす中から一つ。ご飯いっぱい食べれるっすか。美味しいものいっぱい食べれる。いっぱい食べれる。いろんな食べ物知りたっすね。おお。それはあるっすいろんな地方行くし、ショー行くんで、親方もグルメだし。はい。いろんなもの食べました。ね。エア旅行で北海道ってマジで幸せっすよ。あ、北海道ね。年一の部屋旅行。そうっす。今日三田さん食べないって言ってたっすね。食べない。食事会、師匠も行く。師匠も食べない。多分。maybe。じゃがいもどうするの？これはあ、ジャーマンか。ジャーマンにします。ジャマスブレックス。レンチンする？レンチンしますね。梅ちゃんレンチンして。はい。耐熱皿あるから。はい。フラザラあるよ。フラザラ。それちょっと水入れてさ、容器に、それでじゃがいも入れてさ、ラップして、700ワット3分ぐらいでいいかも。いや、500ワットでいいや。500ワット4分ぐらいにして。はい、わかりました。最近あれ見たんですよ。サンクチュアリ。初めて。おっそ。おっそ。面白いですね。面白かった。やっぱ先入観ってダメだなと思ったんですよ。今回より。ちょっと避けてた。いや相撲のでしょ、って感じで見てたんですよ。ドラマでしょ、所詮みたいドな。ラマでしょ、マジか。超見入ってたっす。釘付けになっちゃった。あれやっぱ小指で懸垂した方がいいんじゃないの？引きちぎれるっすよ。引きちぎるほど小指鍛えるでしたっけ？うん。本当に引きちぎれるっす、あれは本当に。あれすごいですよね、指立て伏せもこうやって。そうだね。絶対折れるっすよ。ああ、危ないね。いっちゃんびっくりしたのは、支度部屋が本当に支度部屋っぽかったっす。ああ、なるほど。あんな感じだったってこと？びっくりしました。3分ぐらいでいいわ。でもっと広いですけど、なんかゴミ箱とか花道行く前の、紙ビラ貼ってるとことか、そっくりと思ったっす。全く一緒だったんです。見てみよう。見てないですか？見たけど覚えてない。忘れてるから。じゃがいもどう？はい。いけそう？いや、もう水やってさ、もうちょいやろう。はい、わかりました。あ、3分ぐらいでいいわ。はい、わかりました。広いですね。はい。塩コショウとコンソメ？はい、いや、塩コショウとなんかニンニク塩。
タでいいか。パスタ。パスタに。何パにします？パスタソースあるし、なんかまあ、なんでもいいよ。パスタなら。ね。ソースなら。ああ、いい。ソースはなんでもいい。自分の仕事も多いのがたまになそうですね。空いてるパスなかったっけ？アイパス？ここあるよ、アイパス。ありますか？アイパス。あります。それそれアイパス。俺、君の名はとか細田守作品だと思ってます。いや、ああいう系のやつ全部一緒なんかなと思って、監督。見分け方、ラットウィップス使うのは新海誠。まあ、かもね。野田洋次郎。野田洋次郎。場所中のさ、付け人の仕事ってどういうことがある？マッサージと、マッサージ？マッサージでも軽いやつですよ。なんかこう、足踏んだりとか。うん。関取が支度部屋にいるときに、支度部屋の話ですか？支度部屋じゃなくて帰ってきてからとか。じゃあその起きてからの流れでいくと、起きてから着替えさせて、うん。荷物持って、着物、うん。袴とか、羽織とかやって、あれを一緒にやって、そうそう、あれ一緒にやって、で、会場に向かって、タクシーはどうするの？若見が呼ぶの？あ、縄田瑞希自分で呼んで、それで一緒に乗っていく。そうっす。うん。一緒に乗って、会場に向かって、うん。で、着いたら、もうテーピング渡して、うん。縄田瑞希が自分で巻くんで、うん。それひたすらぼーっと見て、今誰が説明やってるかなってこう見ながら、それは支度部屋でやられてて、そうそう、その時支度部屋にモニターがあるの？そうです、モニターが2台あるんですよ、前の方と後ろの方に、で、ずっと相撲が見れるって感じです。で、それでずっと見てます。で、土俵入りが近くなってきたらアップが始まって、胸出し、支度部屋で？支度部屋で胸出しして、一押しとか、あと縄田瑞希が個人的にすり足したりとか。支度部屋ってそんな土俵あるの？あ、土俵ないです、土俵ないです。本当狭い隙間で、みんなでやっていくっす。普通に廊下みたいな。そう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 。あとは縄田瑞希を土俵まで送り届けて、花道まで行って、その時なんか背中叩いたりするの？自分は特に何もやんないです。縄田瑞希は特に何もやんないです。で、あとは帰ってきて、あとお風呂、給仕行ったり、お風呂道具準備して、縄田瑞希が上がってきたのを待って、で、また着物に着替えて帰ります。で、大体一日終わりです。帰ってからはその場所で使ったものを洗濯したり、あとはそのマッサージちょっとやったりとか、ですかね。そんぐらいです。それはさ、自分のその取り組みがない日じゃん。そうです。はい。自分の取り組みがある日はもう自分が先に行って、そうです。で、縄田瑞希が来るの待って、自分が取り組みある時間と、縄田瑞希来る時間とかを見ながら行動してって感じです。いや、縄田瑞希がちょうど場所入りするとき、ちょうど自分花道に行って取り組みしに行っちゃうんで、月岡さんが、その時縄田瑞希と一緒に来るんで、縄田瑞希の仕事は月岡さんにやってもらって、自分たちで場所がある日ない日で交代交代でやってます。あともう取り組み終わったら自分ですぐ風呂入って感じです。ジャスとか何か言ってたんですか？いや、聞いてない。あれで、関取によって変わるっすね、やることは。でも三日月は少ないっていうのかと思うんですよ。直さない時ってまあ少ないと思うんですけど。お、ネズミヤビ。いいっすね。
塩入れました入れてない。ですよね。梅ちゃんに怒られちゃいますよ。今日梅ちゃんセレクトのうまそうなソース出して本日の僕のセレクトはミートソースです。どうした急にどうしたどうしたの？梅ちゃんに梅ちゃんのとっておき今日出してって言ったんですよ、そしたら決めましたって言ったんで、言わせてみましたソース離れちゃうですよ姉さん。何のソース？あ、温めるのかパスタソースあれいっちゃえば相撲を取るときさ、装具つけてる人、白い布なんかをつけるじゃん。あれはなんでなの？ソーが当たって怪我しないようにとかしてるんですか相手が。できて、鍋ごとでいいよ。はい、わかりました。でもさ、頑張ります。足りるかこれ。一応電話さんが7ぐらいあるので。じゃあ大丈夫か。食後やってんの？やりますよ。俺もやってるよ。マジっすか？マジっすかって変っす。あら、もうそんなのつけちゃって。のべちゃん。今流行りのラブブです。ケバブ？もっと欲しいっす。どうしようかな。あともうミートソース。ソース。ロープとか。引っ張ったの？はい。何秒？みんなで50秒したら1セットでいくら全員切らなかったら50。ラッキー。それです。世界的にバズってる。そうなんだ。去年か入りに敏感な男だもんね。ら。はい、だいぶ。リカバリーサンダルはあるじゃないですか。うんうん。あれももうなんかみんな持ってて、そんなみんな被るからええわと思ったんですけど、買ったっすね。お相撲さんのキーホルダー作ったらいいですか？そもそものキーホルダーないの？あれ悪くないですか？ガチャで当てるやつ、なんだアクスタ？アクスタ。缶バッジみたいなのがあるんでしょ？ああ、ガチャであるかもしれないですね。ガチャやろうかな。ああ、場所行ったらですか？行くっすか？場所行ってやろうかな。めっちゃ並ぶんじゃないですか？あ、そうなの？なんか花道じゃなくて、道あるんですよ、支度部駅までの、あそこで売店見えるんですけど結構並んでるんですけど、
何焼け？これですか？いや体黒いですよね。黒い。何焼けですか？マジ知らないよ。聞いてんだよ。何焼け？米なんか白く見えるね。はい？米が白く見えるね。梅ちゃん体重落ちてない？ちゃんです。オムライスが食べたいと。オムライスですか？作らなくていいよ。番付のカレー練習してます。まあライブ優勝するんで大丈夫ですけど。遠藤優勝ワンチャンあると思ってないですか？3連勝して。優勝？そうだね。日向でも全くないですか？5連勝して。まあ思った。前の1回でもなかったっけ？ひなた君5いったり。4ですかね。 4だっけ？なんかあったっすね、ちょっと1年前ぐらい。あ、そうそう。人生2号したの遠藤と1月場所2号以来だ。2号結構下がる？でも一番まあ30ちょろっとぐらいじゃないですか。あ、そんなもん。まあ落ちて30後半ともそんな落ちないと思う。落ちるですけど15枚ぐらいですか。35、6ぐらいじゃないですか。35、6枚落ちたらさすがにちょっと力違うし。遠藤さんに結構ついてもらったら。何秒だったら日本に行かなかったの50前平均で全員50。俺46だけど何の話？何秒って？サンプルで引っ張るやつあるんですよ、トレーニング。ジムで引っ張るやつ？はい、100フィート引っ張るんですよ。100ビート？フィートフィート？何メートル？まあとりあえず100フィート引っ張るんですよ。で、今日はジャスティンたちは50秒全員切ったら1セットで終わりだったらしいんですけど、切れなかったらしいです。それがもう一番ジムできつくて、それ最後トレーニング全部終わった後に最後の締めなんですよ。それがきついんですよ。そうなんだろうなって。
アイコンタクト。はい、アイコンタクなんだって？ト可愛いねって言われてます。褒められた。はい。伸びたらそこに小指気持ちいいだろうな。おいおいおいうわ、絶対怖いね。まあ無理。デザートないの？作ってない？よろしく。どうもお疲れ様でした。お、上田、ようこそ、高谷さん。お待ちしてました。お預かりします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お預かりしますっていいですね。お預かりしますですよね。大切な息子さんを。ない息子なんですけど、はい。迷惑かけると思いますけど。頑張ってね。はい。お家になるんで。一生懸命精進させていただきましたので、よろしくお願いします。